緒に絵の勉強をしましょう。今回は色合わせ、形はあまり気にせずにできたらなと思います。なお、この動画を参照として行う練習時間は1時間程度をお勧めします。練習するポイントを絞って行いましょう。今回は色、明度と彩度、ある程度合わせていきます。形や遠近法、それ以外のことはあまり気にせずにいきましょう。とはいうものの、ちょっと下書きしました。で、下書きのポイントとして、ここに水たまりがあって、鳩さんが水を飲んでいます。ここに波紋が広がります。波紋は軽く、くるくるくると、この程度で構わないので、下書きしておくと後から楽になります。では、塗っていきましょう。3種の金銀、白色の方の覗き穴使います。スクラッチする部分は今回はこちらの方使っていきたいと思います。ペンのちょっと変わった形のペン先です。平らになってます。この色を作っていきます。こうやって覗き穴をセットします。何色と何色を混色したらいいのかなというのがわかりますね。部分によっては少し緑がかって見えるところもあります。よいしょ。この色とこの色が同じくらいになればいいので、これで合いました。多少の違いは後でティッシュで拭き取ることができるので、今は気にしません。いきます。まだ動いてますので、動いてる間に筆を動かしていきます。まだ生乾きの状態です。今さっき作った波紋の流れを穂先で作っていきます。黒い色はウルトラマリン、クリムゾン冷気。それにシャドーグリーン少し入れます。はい、隙間を作っていきます。早い段階でスクラッチしておきましょう。固まってしまうと取れなくなってしまうので。はい、乾いてきました。2度目塗っておきますね。次は平筆で塗っておきたいと思います。少し赤っぽく見えるところもあるので、途中で色を変えてみたいなと思います。ここから少し緑がかってくるので、一旦鳩を越えて塗っていってみます。早く塗っておくと、その分置き換えもスムーズに行うことができるので、特にくちばしの白いところや毛の光が当たって明るくなっているところを念入りに取っておきます。少し太いめのスクラッチを入れておくと、そこに色が溜まって波紋の暗い部分が表現できます。乾き待ちの間に塗りそびれている暗いところを塗っておきます。カサカサカサとしたところはドライブラシで優しく動かします。筆にあまり絵の具をつけずにかすれた感じ出していきます。乾き待ちをしている間に鳩のお腹の部分の色合わせていきます。こちらの方は一旦塗ってから色を取っていく置き換えの手法を行っていきます。置き換えるのも色を置き換えていくので、ここに赤、ここに緑置き換えました。頭の上が明るいので何もついていない筆でそっと取っておきます。くちばしの先がしっかりと影になっているため色を濃くしておきます。同じく後ろの羽、そして重なっている羽、両方ともゆっくりゆっくり塗っていきます。目が光った感じにならないように重なっている羽、
赤い足も一回塗っておいてから置き換えます。手前の鳩も同様に塗っていきます。一旦は固有色であるちょっと茶色っぽく見える灰色で塗っておきます。首の側面が暗いのでしっかり今の時点で色を落としておきます。まばらに白い羽が生えているので隙間を縫うように筆先をコントロールしておきます。筋彫りをしておくとそこにインクが入ってさらに自動的に濃く表現することができます。この下の暗く波紋になっている部分を少し緑みのあるシャドウグリーンで塗っていきます。この時に最初に用意しておいた波紋の下書き、線、筋彫りしてあるところをしっかり間違わないように塗っておきます。木が写っているところを少し灰色にちょっと赤色を感じさせるように塗っておきます。緑の部分入れていきます。これはしっかりとした色を入れていって少しインパクトに絵の印象につながるようにしておきます。すべて写真通りに描くというわけではなく、少し印象を操作しながらよく見えるように調整してます。最後に真っ白というわけにはいかないので木の色をつけておきます。はい、色を合わせました。今回は覗き穴、この白い方を使って色を合わせてきました。ですが、ここら辺少し紙の調子が悪いのか、私の混色が悪いのか、合ってないところがあります。まあ、こういう風に覗き穴を使って色を合わせてすると、多少形ディフォルメしても似たような印象になるというところでした。皆様もこの動画参考になれば、ぜひ一度描いてみてください。ちなみにこれは奈良の猿沢池。猿沢池にちょうど鳩ちゃんが泊まっていたので写真を撮りました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。Super, super, super.